構丸です。他人の自分への評価が追記になってしまうのはなぜなのでしょうか。それにはどう対処すればいいのでしょうか。本日は芥川龍之介の代表作「戯作三昧」こちらを紹介いたします。どんな作品かと申しますと、誰もが聞いたことのある特本作家の滝沢馬琴を主人公として芥川自身の人生観や芸術観を投影した作品となっています。ではそれでは参りましょう。まずこの動画の全体像からお話しいたします。大きく3つありまして、はじめが芥川龍之介という作家について、次にこの戯作三昧という作品が描かれた背景、最後に戯作三昧の内容と解説という風になっております。それでは早速芥川龍之介という作家について説明させていただきます。芥川龍之介は1892年、明治25年に現在の東京の中央区に生まれました。生後7ヶ月の頃、母の服が精神を病み、芥川は母方の実家の芥川家で叔母の吹きに育てられます。母吹きは芥川が11歳の時に亡くなります。芥川家は旧家の士族であったため、家中が芸術、演芸を愛好していました。中学から成績が優秀だったため、無試験で第一高等学校に進みます。1913年には旧東京帝国大学の英文学科に入学します。1914年に高校時代の同期である菊池博、久米正夫らと共に同人誌「新市長」を刊行しました。すると1916年、大学在学中に新市長に発表した花が夏目漱石から激賞を受けました。大学卒業後は海軍機関学校の教職や大阪毎日新聞社の職を経ましたが、その傍ら創作に励み、羅生門や地獄編、戯作三昧、古春などの代表作を次々と発表します。また、私生活では1919年結婚し、翌20年には長男が誕生しています。1921年頃から心身が衰え始め、作品数は減っていきます。しかしこの頃から私小説的な作品が現れ、晩年の代表作である歯車や河童につながります。晩年は義兄の残した借金や家族の面倒、心中の計画などさまざまな辛労が募り、体力の衰えとぼんやりした不安から自殺し、35歳という若さでこの世を去りました。芥川の死はちょうど大正時代文学の終焉と重なっています。さまざまな題材、スタイル、文体を使い分け、深い人間理解と鋭い洞察力を生かした作風で、芥川龍之介は日本文学において皆さんがご存知のように重要な位置を占めています。彼の名を冠した芥川賞は、今でも新進作家の登竜門として高い権威を持っています。次に、今回紹介させていただく作品、戯作三昧の作品背景について説明していきたいと思います。戯作三昧は1917年、芥川が大学卒業後、海軍機関学校の教鞭をとっていた時期に発表したものです。この作品は江戸時代を代表する読み本作家、滝沢馬琴の馬琴日記から着想を得て、江戸末期の市井の風俗の中で芸術至上主義を貫いた滝沢馬琴を描いた作品です。南宋里見八犬伝執筆中の馬琴は、世間の評価や出版元との関係に苦悩しながらも芸術創作に徹しています。そのような馬琴の姿に芥川自身の人生観や芸術観の境地を投影した作品なのです。文章はこの作品の主人公である滝沢馬琴が神田の銭湯にいる場面から始まります。では本文を見ていきましょう。老人の心にはこの時死の影かさしたのであるか。その死は、かつて彼を脅かしたそれのように、忌まわしい何者をも増していない。岩はこの桶の中の空のように、静かなからしたわしい、安らかな弱滅の意識であった。一切の人狼を脱して、その死の中に眠ることができたならば、無心の子供のように夢もなく眠ることか、できたならばどんなに喜ばしいことだろう。自分は生活に疲れているは借りてはない。何十年来、絶え間ない創作の苦しみにも疲れている。彼はもちろん彼の著作の愛読者に対しては、昔からそれ相当な好意を持っている。
しかしその行為のために、相手の人物に対する評価が変化するなどということは少しもない。これは聡明な彼にとって、当然すぎるほど当然なことであるが、不思議なことには逆にその評価が、彼の行為に影響するということもまたほとんどない。だから彼は場合によって軽蔑と行為と、全く同一人に対して同時に感ずることができた。時に先生はいかがでございますが、歌とかホックとか申すものは格別お好みになりませんか。いや私は、どうもああいうものにかけると、とんと不器用でね。もっとも一時はやったこともあるが。はい、いかがでしょうか。馬琴のこの言い回しは皆さんの周りでもよく聞くようなものに思えます。実際にはする能力のないことを選択的にしていないだけだという主張は言い訳に使われることが多いですよね。馬琴が実際にそうであったのかは分かりませんが、明らかにいつもよりも感情をむき出しにして大宮栄吉に対しているのが分かります。ここまで来ると馬琴の自尊心は相当なものだと分かります。馬琴は性に合わないという語りにことに力を入れてこう言った。彼は歌やホックか作れないとは思っていない。だからもちろんその方面の理解にも乏しくないという自信があるが、彼はそういう種類の芸術には昔から一種の軽蔑を持っていた。なぜかというと、歌にしてもホックにしても彼の全部をその中に注ぎ込むためにはあまりに形式が小さすぎる。だからいかに巧みに読みこなしてあっても、一句一首のうちに表現されたものは叙情なり情景なり、わずかに彼の作品の何行かを満たすだけの資格しかない。そういう芸術は彼にとって第二流の芸術である。馬琴の性に合わないという言葉はこのような詩歌への軽蔑を含んでいますが、それは馬琴がそれほど読み本に対して誇りを持っていたということです。しかし、なぜ軽蔑とまで激しい感情を抱いているのでしょうか。しかし馬琴の本心などお構いなしの大宮栄吉は、さらにこう続けます。わはあ、やっぱりそういうものでございますかな。手前などの了見では、先生のような大家なら、何でも自由にお作りになれるだろうと存じておりましたが。いや、天に物を与えずとは、よくもしたものでございます。平吉は絞った手ぬぐいで、皮膚が赤くなるほど、ゴシゴシ体をこすりながら、やや遠慮するような調子で、こう言った。止めます。大宮平吉はここでも意図せず馬琴の神経を逆なでするような発言をしてしまいます。先ほどからの本文からわかるように馬琴は本当に自分に歯科の才がないと思って発言したわけではありません。しかし無神経にも平吉は馬琴の謙遜した発言をそのまま受け取ってしまいます。加えて平吉の遠慮するような調子に、さらに馬琴は不満を募らせます。そしてこう言い返してしまいます。本文に戻ってみましょう。もっとも、当節の歌読みや総称くらいには行くつもりだがね。しかし、こう言うとともに、彼は急に自分の子供らしい自尊心が恥ずかしく感じられた。自分はさっき平吉が最上級の語を使って八犬伝を褒めた時にも、格別嬉しかったとは思っていない。そうしてみれば、今その反対に、自分が歌やホックを作ることのできない人間と見られたにしても、それを不満に思うのは、明らかに矛盾である。とっさにこういう時勢を動かした彼は、あたかも内心の赤面を隠そうとするように、慌ただしくと目桶の湯を肩から浴びた。一旦止めます。はじめ、馬琴は平吉からの賛辞に対しては自尊心を発揮するほどに自分を高い位置に置き、その意見に自身の感情を揺らすほどではないと捉えています。しかしそうであったはずの馬琴ですが、自分に対する平吉からの悪評に反応してしまうのはおかしなことです。その一貫性のない行動に馬琴が恥ずかしく、腹立たしく感じたのも不思議なことではありません。その後馬琴が湯船に浸かっていると、馬琴を酷評する人々の話し声が聞こえてきます。馬琴は今度はその批評に言い返すことなく、その代わりに次のように悪評について思索していました。馬琴の経験によると、自分の読本の悪評を聞くということは、単に不快であるばかりでなく、危険もまた少なくない。というのは、その悪評を是認するために、勇気が粗相するという意味ではなく、それを否認するために、その後の創作的動機に、反動的なものが加わるという意味である。
そうしてそういう不純な動機から出発する結果、しばしば奇怪な芸術を創造する恐れがあるという意味である。時効に投ずることのみを目的としている作者は別として、少しでも気迫のある作者なら、この危険には存外陥りやすい。だから馬琴は、この年まで自分の読本に対する悪評は、なるべく読まないように心がけてきた。が、そう思いながらもまた、一方には、その悪評を読んでみたいという誘惑がないでもない。今、この風呂で、この恋長の悪口を聞くようになったのも、半ばはその誘惑に陥ったからである。止めます。一見批判というものは自分の糧や成長の源となりうるように感じますが、馬琴はここで、創作に関しては危険なものと述べています。作者がいくら他人の意見を気にしないとしていても、批評という情報が作者の耳に入るだけで、創作物は影響を受けるというのです。なぜならその批評を受け入れるにしても、拒絶し否認するにしても、その意思が創作を手段としてしまうからです。馬琴はそれを知っているから悪評を聞くことをできるだけ避けているのです。そして悪評を相手にする価値のないものとして軽蔑しているのです。ここで馬琴が自身の誘惑に負けて聞いてしまった悪評は馬琴がどんなに考えても相手にする価値のない悪評でした。しかし馬琴はその悪評を不快に感じている自分に気づきます。正確には人に悪意を持たれているということを不快に感じているのです。馬琴は確かに傍若無人な性を持っていましたが、同時に他人の悪意に敏感だったのでしょう。大宮栄吉の時と同様に、ここでも馬琴は自分に他人が影響しているという事実に対して不満を抱いているのです。馬琴がその後家へ帰ると、馬琴の原稿を催促しに、泉谷一兵衛という本屋が来ていました。まだ原稿を用意できていない馬琴はほっといてくれというふうに、ぶっきらぼうにあしらおうとします。しかし筆が早い他の作家と比較されたことで馬琴は再び腹を立てます。